皆さんこんにちは。カイチャンネルのお時間です。いやー、ライジン23、たくさんの応援ありがとうございましおめでとう。おはようございます。た。タイトルマッチね、無事1ラウンド KO で勝つことができて、なんとチャンピオンになりましたよ。やっとね、やっと来たよ。おはようございます。重いね、ベルト。いや、なんかこのベルトの重さだけじゃなくて、いろんな重さが乗っかってるというかさ。ああ、なるほどね。いやー、本当によかった。本当に嬉しかったね。よかった、本当に嬉しかった、俺も。最後、大晦日、うん。タイトルマッチ、はいはいはい。負けたじゃん、ゲープに。でマジで悔しかったからさ、本当に悔しくて、もう絶対負けたくないなと思って、この8ヶ月間、いろいろ考えてね、本当に自信を持って今回はリングに上がって、こういう勝ち方できて本当にでもよかったかな。完璧だったもんね。いやでもね、本当に作戦通りにできたと思う、今回。めちゃくちゃ冷静だったと思う。ああ、そうだね。なんか、行かなかったもんね、コーナー追い詰めても全然なんか距離取ってさ。それも作戦だった。あ、そうなんだ。兄貴から言われてて、もうすぐ勝負に急ぐんじゃなくて、もう完全に削って確実に効いたら行こうみたいな。なるほど。作戦も本当にいろいろ立ててて、今回は。まずね、距離感で身長差がまずあるじゃないですか。すごい身長差あるし、スピードの差があるわけね、結構。大久保選手と俺。だからもう大久保選手が俺に攻撃を当てれない距離だけど俺が当てれる距離っていうのがあって、あれがその距離なんだけど、もうその距離感でずっと戦ってた。そうだよね。なんか肌から見たら結構近いなって思ったんだけど、あれがちょうどいい距離だったんだ。そうで、あそこで大久保選手が俺に当てようとしてくると、俺がカウンターを入れれるんだよね、今度は。だから多分入ってこれなかったと思う。あとはあれね、フィニッシュシーンのアッパーと膝だね、はもうめちゃくちゃ狙ってたね、今回。アッパー綺麗だったもんな。そう、打撃でこの下向く癖があったから、今までの映像を見てて、だからそこにもう全部アッパーを合わせる、膝を合わせるっていうのを練習した。アッパーめちゃめちゃ速かったですね。もうめちゃくちゃ練習したね、ボクシングジムで。あとボディ、左ボディ、そう、あれもすごい練習して狙ってた。ガード固める癖があるから、総合の選手であそこまでボディ打てる選手っていないと思うんだよね、なかなか。本当にボクシングジムで練習して、そのアッパーとボディ、今回。でも途中からもう入ってこれなくなったでしょ。もう本当にその膝のフェイントをずっと待ってたし、膝も入れてたし、もう入らせないように、入ってこれないようにさせてた。あとはパワーをさ、めちゃくちゃつけたから今回、その組力とかもかなり強くなったんだよね。大晦日終わってすぐにパーソナルトレーニング通い始めて、ウェイトトレーニングとかですごいパワーをつけたから、ここら辺も今回見せれたかなと。最後結構、攻めたじゃないですけど、こうラッシュだったじゃないですか、あれはやっぱりセコンドの、声があったんですか、そういうもう、倒せるみたいな。もうそれ表情とか見てて、あ、効いたなと思ったから行ったね。もう普通にですか。そう、アッパー効いて、あ、これ膝入るなって膝効いて倒れたから、あ、もう終わらせようっていう感じだったから、サッカーボールキックで勝てるのは気持ちいいよね、やっぱり。怖かったね、だから。怖かった。レフェリーに飛べるの早かったけど、もう一発行こうとしてたから俺。いやでもね、この8ヶ月間試合できなかったけども、その間に本当にね、いろいろ学んで強くなったから、そこを今回見せれて本当に良かったから、そこが一番。いやでもね、本当に今回試合ができたことが本当に嬉しかったというか、そうだね、本当にマイクでも言ったけどさ、本当にたくさんの人が支援してくれて、ほとんど無観客じゃん、今やってる大会ってさ。中でもうお客さんも入れて、あんな会場で試合ができて、本当に幸せというか、本当に、感謝しかないですね。クラウドファンディングとかもすごいね、協力してくれてる方が多かったんで、本当にありがとうございました。まあ、これでチャンピオンになったわけだけど、なんかね、嬉しいけど全然満足はしてなくて、やっぱり。なんかここがゴールじゃないから、俺の。来人のチャンピオンになるのがゴールじゃなくて、本当に世界チャンピオンを目指してるから、俺は。まだ、本当にスタートに立ったばっかりというか、ここからね、気を引き締めてね、もっと強くならないといけないなって言ってるんで。で、まずは堀口選手かな、次は。どうなんだろうね、怪我の状態とかわかんないけど、やっぱり俺は本当に 100% の状態で勝負したいよね。もう万全な状態、お互い万全な状態で勝負したいね。絶対その試合が一番盛り上がると思うし、そこで勝って世界に挑戦できたなって思うね。いやでも本当良かったよね。いやもう本当に良かった。そう、終わった瞬間さ、カイがすごいほっとした顔というかさ、なんか良かったみたいな顔してたよ。もうすごいあの時うわってね、僕らもなんか抱き合ってましたね。そう上でね。それで言うと本当に。そうだね。今回はなんだろうな、多分
今までで一番プレッシャーはあったかもしれない、ね、やっぱり状況的にね。もうタイトルマッチ2連続で、もしこれで負けたらもう本当に終わりみたいなもんじゃん。本当にもう引退かなぐらい本当に思ってたんだけどね、俺は。だから本当にかけてたから、この試合に。ベルトを取った喜びとかよりも、なんかもう安心の方が上回ってたよね。そうなんだ。ああよかったみたいな、そういう安心、一安心みたいな、そっちの方が良かったね。ほっとしたっていうか。そうだよね。プレッシャーはあったね。初めて感じたというか。まあその試合の直前になったらもうそういうなんかもう緊張とかもそのプレッシャーとかなかったけど、それまではやっぱりあったよね。もう勝たないで絶対いけないみたいな。そうなんかやっぱプレッシャーもあったけど、それよりも自信が上回ったよね、やっぱり。本当に去年の大晦日なんかは、ね、自信あったんだけど、やっぱなんか根拠のない自信があったわけね。絶対俺は強いんだみたいな。だけど、まあああいう形で負けて、でそこでもう本当に見つめ直したわけね。自分に何が足りなかったのかとか。でその上でもう全部自分の弱い部分を消して、本当に今自信を持って絶対どの部分で戦っても勝負できるっていうね、自信をつけて今回リングに上がれたのが本当にでかかった。いや、よかったよ、本当に。本当よかった。本当に。これで YouTube もね、伸びるんじゃないですかね。そうだね。今年 YouTube 100万人目指したいですから。そうですね。もう行くためにはやっぱチャンピオンになるのはもう絶対大事ですからね。そこは。まあこれできっと多分こう勘違いしてた人も分かってくれたんじゃないですか。いや、そうなんです。それもね、言いたいんだけど。だから YouTube を撮ってて、あれだけ見たらね、本当にこいつ大丈夫かみたいな、練習してんのかって思ってる人いると思うんだけど、もう練習とかその過程って別に見せる必要ないと思ってて、もう俺は試合で見せるから、でその過程は見てくれなくていいんだよね。試合見てくれれば分かるじゃん、全部。まあそうね。もう過程が全て。だから試合で見せるからっていう話だからね。じゃあ、海外いくら YouTube 撮っててもちょっと静かにしてよと。そうだからいくら YouTube の更新頻度が高くても、練習しろっていうコメントはやめてください。してるよっていう。本当だってもう合間を縫って撮ってるからね。本当に。そうですよ、本当に。昼寝とかしたことないですから、マジで。本当に。じゃあ YouTube もね、ちょっとやる企画ももう結構決まってるし。そうだね、今月も。いろんなコラボとかもね、武井さんとかとまたコラボしますし、コラボね、したいんで、ぜひ、してくださる方、ご連絡をお待ちしてます。ね、したいよね。したいし、楽しいしね。楽しいし。面白い企画になるしね。しかもいろんな格闘家とのコラボも今したけど、それもすごいためになったしね。吸収できることが多くて、それで成長してるっていうのも本当にあるし、やっぱいろんな分野で成功してる人と触れ合うっていうのはすごい刺激的だし、やっぱり学べることがたくさんあるんで、いろいろね、あってお話とかも聞きたいですね。なんで YouTube も今後ともよろしくお願いします。そしてね、やっぱチャンピオンとしてね、もっと俺も実力をつけてね、本当に世界のトップが取れるようにね、頑張るんで、引き続き応援よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。皆さんこんにちは。カイチャンネルの時間です。OK です。試し書きコーナーに解体に嫌がらせが集まりました。こう腰を回すんですけど、右足の腰球を、